皆さんこんにちは。コツコツ日本語のみずきです。皆さんお元気ですか？私が仕事で使っているパソコンは今年で5年目になります。最近調子が悪くてパソコンの電源がつかなくなったり、あと動画の編集をしているとフリーズしたりします。一番心配なのはバッテリーが膨らんでしまったことです。膨らむっていうのは簡単に言うと大きくなることです。バッテリーが膨らんでいるから蓋がちゃんと閉められないんです。この状態は結構危ないらしくて、バッテリーが爆発する危険があるらしいです。爆発とかめっちゃ怖いですよね。でも今もだましだまし使っています。だましだまし使うっていうのは、壊れそうなもの、壊れかけているものをどうにか使っているという意味です。はい、そんな状況なので、なるべく早く新しいパソコンを買わないといけないなと思っています。でもね、今もっと心配なのが、私の家にある電化製品がだいたい全部10年目なんですね。例えば洗濯機でしょ、冷蔵庫でしょ、エアコンでしょ。そう、高いものばっかりなんです。その電化製品が一気に壊れたらどうしようって心配です。どうにか長生きしてほしいです。はい、今日のテーマは大麻。大麻はマリファナのことです。よく聞くのが、欧米では、つまりアメリカとかヨーロッパでは、大麻を吸うことは普通だよっていう話。例えば、学生の時にパーティーで吸ったりすることは別に変わったことではない。よくある話だって、ね、そう聞きます。日本では違法です。違法っていうのは法律違反のことです。法律で禁止されています。大麻を持っているだけで逮捕されます。大麻に対するイメージもすごく悪いです。大麻を吸ったらドラッグ中毒になったり、頭がおかしくなるみたいな、そう怖いものっていう感じです。昔ね、高校生の時だったかな、授業でドラッグの怖さを伝える、そのドラッグの怖さをテーマにしたドラマを見たんですよ。内容はある高校生がドラッグに手を出してしまって、で依存症になってしまって、何が現実で何が夢なのか分かんなくなっちゃってみたいな、なんかホラーみたいな作りだったんですね。トラウマになるぐらい怖い内容でした。そうだから大麻は怖いものだっていうイメージが強いです。それで大麻は日本では違法なので犯罪です。大麻イコール犯罪、逮捕。そうだから絶対しちゃいけないって思ってます。もし逮捕されたら自分の名前が新聞に載ったりニュースになったり、顔の写真も公開されたりするので、もう本当に人生が終わるぐらいの、それぐらいの大きなことになってしまいます。先日もある大学生が逮捕されてしまいました。大麻を 0.02g 持っていたという理由です。私は大麻を見たことも使ったこともないから 0.02g がどういう量なのかわからないんだけど、でも
普通に考えたら 0.02g ってすっごく少ない量だと思うんですね。それでも持っていることが罪になってしまう。そうで、逮捕された大学生は彼の名前も顔もそういう個人情報が全部ニュースで流れていたので、これから先の人生はすごく大変だろうと思います。それぐらい日本では大麻に対してすごく厳しいです。でも最近は年々大麻で逮捕される人が増えているらしいです。特に若者を中心に。大麻で逮捕される人の 70% は30歳以下だそうです。世界には大麻が合法だっていう国も多いですよね。合法っていうのは法律的に許可されているということです。大麻を吸っても問題ないっていう国も多いと思います。それに今までは違法だったけど合法になった国も増えていますよね。そうだから日本の若者の間で大麻は危なくない、安全だっていう考えが広まっているのかな。確かにね、私もそういう話を聞いたことがあります。大麻は自然由来のものだからタバコや酒よりも安全だって。そう、大麻は自然からできているからね。だから安全、体にいいというのを聞いたことがあります。それに酒やタバコと比べたら依存しづらいみたいな、そういう話も聞いたことがあります。私はそれが本当かどうか、事実かどうかはわからないです。でもとにかく事実はどうであれ、日本では犯罪だからね。バレたらすぐ逮捕ですよ。もし逮捕されたら人生狂っちゃうでしょ。家族とか周りの人を悲しませてしまうし、迷惑かけちゃうし、なのでそんなねリスクを冒してまで大麻をやろうとなんて思わないんです。日本にいる皆さんも気をつけてね。日本は大麻に対して厳しいからね。反対にお酒に対しては緩いっていう意見をよく聞きます。例えば日本では普通にビールのコマーシャルが流れてたり、あと外で飲むのも自由ですね。たまに駅とか電車の中とか、公園とかでね飲んでる人もいますね。これはアメリカでは信じられないらしいです。アルコールもね中毒になるリスクはあるし、飲みすぎたら死んでしまうこともあるので気をつけないとね。はい、さて大麻の話に戻ります。最近日本で CBD の商品が広まりつつあります。 CBD って知ってますか？これは大麻から取れるものなんだけど、 CBD は日本で合法です。大麻って聞くと精神的におかしくなって、いわゆるハイになってしまう。そして中毒になるリスクがあるっていう怖いイメージがあるんだけど、それは大麻の中でも THC というものらしいんですね。でも CBD にはそういうリスクがなくて、むしろリラックス効果があるらしいんです。体にいいらしいです。ニュースで見たんだけど、それはね東京の話だったんだけど、 CBD のカフェがあるんですよ。でね CBD オイルを
垂らしたコーヒーとか CBD 入りのお菓子、チョコブラウニーだったかな。そういう CBD のものがメニューにありました。で、ニュースでは子供がそのチョコを食べてました。ちょっとびっくりしましたあと、私が直接見たのは自動販売機です。自動販売機で CBD 入りのドリンクが売られていました。意外と身近にあるんだなって思ってちょっとびっくりしました。でもね、まだ店でそのオイルとか食品が売られてるのはまだ見たことないです。でもきっとこれから普通にね、広がっていくんだろうなって思います。私の英語の先生も CBD を使ってるよって言ってて、気分が落ち込んだり眠れない時に CBD オイルとかグミを食べるとリラックスできるよって言ってました。CBD にはリスクがないし合法なので問題ないですね。だから私も機会があれば試してもいいかなって思います。私実はちょっと睡眠の悩みがあって深く眠れない日が多いんですよ。しょっちゅう夜中に目が覚めちゃう。あと夢をたくさん見ます。眠りがね浅いんですよね。たまにね眠れない日もあったりします。だからいい睡眠をとるためのサプリを飲んでみたり、あと最近は寝る前にヨガをすることもあります。ヨガのね気持ちよさを最近知ったんです。生徒さんがおすすめの動画を教えてくれてやってみたんです。そしたらねすごいリラックス効果がありました。最近は気が向いたら寝る前にヨガをして気づいたらそのままマットの上で寝ていることもあります。はい。で CBD もね睡眠に効果があるって聞いたんだけどどうなんでしょう。知ってる人いますか？効果があるなら試したいなって思います。でもちょっと高いんだよね。Amazon でね見てみたんですけど5000円とかするんだよね。高いな。そういう感じですか？皆さんの国でもそれぐらいちょっと高いものですか？はい、今日はここまでです。ポッドキャストのスクリプトは私のホームページにあります。それから私のレッスンに興味がある人もホームページから予約ができるのでチェックしてください。Patreonのメンバーも募集しています。メンバー限定のポッドキャストがあったり、ワークシートをシェアしたりしています。またコミュニティでは毎月スピーチチャレンジ、ライティングチャレンジをしています。Instagram、YouTube、Facebook、TikTok をやってますのでこちらもぜひフォローをお願いします。では今日もコツコツ頑張りましょう。バイバイ。